百物語。今から80年ほどの昔、問いかけて王くんは自分でも笑い出した。いや、もっと遠い昔になるのかもしれない。なんでも弘化元年とか2年とかの9月、上州のある大名の城内に起こった出来事である。秋の夜に若侍どもが夜詰めをしていた。昨日からの雨の降り止まないでものすごい夜であった。いつの夜も同じことで、こういう夜には怪談の始まるのが習いである。その中で一座の先輩と仰がれている中原武太夫という男が言い出した。昔から世に化け物があると言い、ないという。その議論まちまちで確かにわからない。今夜のような晩はちょうどあつらい向きであるから、これからかの百物語というのを催して、妖怪が出るか出ないか試してみようではないか。それは面白いことでござる。いずれも血気の若侍ばかりであるから、一座の意見すぐに一致して、いよいよ百物語を始めることになった。まず、青い紙で暗道の口を覆い、定めの通りに刀身百筋を入れて、いつまほど離れている奥の書院に据えた。そのそばには一面の鏡を置いて、刀身を一筋ずつ消しに行くたびに、必ずその鏡の表を覗いてみること、という約束であった。もちろん、その間のいつまには、灯火を置かないで、途中はすべて暗がりの中を探り足で行くことになっていた。一体、百物語という以上、100人が代わる代わるに話さなければならないのか？それについても種々の議論が出たが、百物語というのは一種の形式で、必ず100人に限ったことではあるまいという意見が多かった。実際そこには100人の頭数が揃っていなかった。しかし、物語の数だけは100箇条を揃えなければならないというので、くじ引きの上で一人が3つ4つの話を受け持つことになった。それでもなるべくは人数が多い方がいいというので、嫌がる茶坊主どもまでを借り集めてきて、夜の5つ、午後8時ごろから第1番の浦部四郎七という若侍がまず怪談の口を切った。何しろ100箇条の話をするのであるから、一つの話はなるべく短いのを選ぶという約束であったが、それでも案外に時が移って、かの中原武太夫が第83番の座に直ったのは、その夜ももう8つ、午前2時に近い頃であった。中原は今度で3番目であるから、持ち合わせの階段も種切れになってしまって、ある山寺の二僧と小姓とが密通して、2人ともに鬼になったとかいう、紋切り型の階段を短く話して、奥の行灯の火を消しに行った。前にも言う通り、行灯のある書院まで行き着くには、暗い、広い座敷をいつま通り抜けなければならないのであるが、中原は最初から2度も通っているので、暗い中でも大抵の見当はついていた。彼は平気で座を立って、次の間の襖を開けた。暗い座敷を
次から次へとまっすぐに通って、行灯の据えてある書院に行き着いたときに、ふと見返ると、今通ってきた後ろの座敷の右の壁に、何やら白いものがかかっているように、ぼんやりと見えた。引っ返してよく見ると、一人の白い女が、首でもくくったように、天井から垂れ下がっているのであった。なるほど。昔から言い伝えることに嘘はない。これこそ化け物というのであろう。と、中原は思った。しかし彼は気丈の男であるので、そのままにして次の間へ入って、例のごとくに刀身を一筋消した。それから鏡を取って透かしてみたが、鏡の表には別に怪しい影も映らなかった。帰るときに再び見返ると、壁の際にはやはり白いものの影が見えた。中原は無事に元の席へ戻ったが、自分の見たことを誰にも言わなかった。第84番には筧甚五右衛門というのが立っていった。続いて順々に席を立ったが、どの人もかの怪しいものについて一言も言わないので、中原は内心不思議に思った。さては、かの妖怪は自分一人の目に見えたのか、それとも他の人々も自分と同じように黙っているのか、と思案しているうちに、100番の物語は滞りなく終わった。百筋の刀身は皆消されて、その座敷も真の闇となった。中原は試みに一座の者に聞いた。これで百物語も済んだのであるが、おのおののうちに誰も不思議を見た者はござらぬか。人々は息を飲んで黙っていると、その中でかの筧甚五右衛門が一膝進み出て答えた。実は人々を驚かすもいかがと存じて宣告から差し控えておりましたが、拙者は84番目の時に怪しいものを見ました。一人がこう言って口を切ると、実は自分も見たというものが続々現れた。だんだん詮議すると、第75番の本郷彌次郎という男から始まって、その後の人は皆それを見たのであるが、うかつに口外して臆病者と笑われるのは残念であると、誰も彼もそしらの顔をしていたのであった。では、これからその正体を見届けようではないか。中原が行灯を灯して先に立つと、他の人々も一度に続いていった。今までは薄暗いのでよくわからなかったが、行燈の火に照らしてみると、それは年の頃18区の美しい女で、白むくの上に白ちりめんのしごきを締め、長い髪を振り乱して首をくくっているのであった。こうして大勢に取り巻かれていても、そのまま姿を返じないのを見ると、これは妖怪ではあるまいという説もあったが、多数の者はまだそれを疑っていた。ともかくも
夜の明けるまではこうしておくがいいというので、後先の襖を厳重に締め切って、人々はその前に張り番をしていると、白い女は、やはりそのままに垂れ下がっていた。そのうちに、秋の夜もだんだんに白んできたが、白い女の姿は消えもしなかった。これはいよいよ不思議だ。と、人々は顔を見合わせた。いや、不思議ではない。これは本当の人間だ。と、中原が言い出した。初めから妖怪ではあるまいと主張していた連中は、それ見たことかと笑い出した。しかし、それがいよいよ人間であると決まれば、打ち捨ててはおかれまいと、人々も今更のように騒ぎ出して、とりあえず奥係の役人に報告すると、役人も驚いて駆けつけた。いや、これは島川殿だ。島川というのは、奥勤めの中老で、折伏は殿のおよとぎにも召されるとかいう噂のある女であるから、人々はまた驚いた。役人も一旦は顔色を変えたが、よく考えてみると、奥勤めの女がこんなところへ出てくるはずがない。何かの司祭があって自殺したとしても、こんな場所を選ぶはずがない。第一、奥と表との隔ての厳しい城内で、中老ともあるべきものが、どこをどう抜け出してきたのであろう。どうしてもこれは本当の島川ではない。他人の空似か、あるいはやはり妖怪の仕業か。いずれにしても、粗骨に立ち騒ぐこと無用。と、役人は人々を固く戒めておいて、さらにその次第を奥家老に報告した。奥家老、下田治兵衛も、それを聞いて眉をしわめた。ともかくも奥へ行って、島川殿にお目にかかりたいと言い入れると、夕べから不快で伏せっているから、お会いはできないという返事であった。さては怪しいと思ったので、下田は押し返していった。ご不快中、甚だお気の毒でござるが、ぜひともすぐにお目にかからねばならぬ急用が出退いたしたれば、ちょっとお会い申したい。それでどうするかと思って待ち構えていると、本人の島川は自分の部屋から出てきた。なるほど、不快の体で顔や形もひどくやつれていたが、何しろ別状なく生きているので、下田もまず安心した。何の御用と不思議そうな顔をしている島川に対しては、いい加減の返事をしておいて、下田は早々に表に出て行くと、かの白い女の姿は消えてしまったというのである。中原をはじめ、他の人々も厳重に見張っていたのである。それが、おのずと煙のように消え失せてしまったというので、下田もまた驚いた。島川殿は確かに無事。してみると、それはやはり妖怪であったに相違ない。かようなことは、決して口外しては相なりませぬぞ。はじめは妖怪であると思った女が、中頃には人間になって、さらにまた妖怪になったので、人々も夢のような心持ちであった。しかしその姿が消えるのを目前に見たのであるから、誰もそれを争う余地はなかった。百物語のおかげで、世には妖怪のあることが確かめられたのであった。その本人の島川は、一旦本復して、相変わらず奥に勤めていたが、
それから2月ほどの後に、再び不快と言い立てて、引きこもっているうちに、ある夜、自分の部屋で首をくくって死んだ。前々からの不快というのも、何か人を恨む筋があったためである、と伝えられた。してみると、先の夜の白い女は、単に一種の妖怪に過ぎないのか。あるいは、その当時から島川はすでに意志の覚悟をしていたので、その生き量が一種の幻となって現れたのか。それはいつまでも解かれない謎であると、中原武太夫が老後に人に語った。これも前の話の離婚病の類かもしれない。